皆さんこんにちは、藤本ホセマリです。今日はプッシュについてやっていきたいと思います。ダブルスの前衛でね、プッシュがうまく打てないとかね、うまくタイミング合わせられないっていう人がいると思うんですが、ダブルスのプッシュを説明するとですね、結構長くなるので、まずは打ち方を、説明していきたいと思います。その後ね、動き方だったりとか、あとはその実際のゲームでどういうふうにやっていくかというところまでね、ちょっと何回かに分けて、紹介できればいいなと思います。はい、じゃあプッシュの打ち方を解説していきたいと思います。私が挙げるプッシュの、ポイントですね、打つ時のポイントなんですけど、5つあります。で、1つ目がグリップですね。で、2つ目、当て方、シャトルの当て方です。はい。で、3つ目、今度リズムですね。打つ時のリズム。で、4つ目、姿勢です。姿勢結構大事で、姿勢が悪いとミスが出やすかったりします。で、5つ目、最後目線ですね。何を見てるか、どういうふうに目を見ながら打ってるか、この5つのポイントを一つ一つ解説していきたいと思います。はい、まず1つ目のグリップなんですけど、グリップはですね、ぶっちゃけ3つぐらい、上手い人は使い分けてるかなって気がします。まず1つ目がオーバーヘッドの打ち方ですね。私の過去の動画でのグリップを見ていただくと分かるんですけど、オーバーヘッドのグリップで打つパターン、そして、イースタングリップ、ちょっと位置がずれます。イースタングリップにするパターンで、もう1個はバックハンドにするパターン、この3つをうまく使い分けていきます。で、バックハンドにしたからじゃあバックしか打たないかっていうと、バックハンドのままでもオーバーヘッドとか、フォア側打ったりもできます。で、逆にオーバーヘッドの打ち方にしちゃうと、バックハンドが使えなくなるので、基本的には潜り込むような形になっていったりします。それの中間がこのイースタングリップで、イースタンだとフォアも打てるしバックも打つことができるので、これはちょっと人それぞれなので、この3つの持ち方ちょっといろいろ試してみて、自分でこれしっくりくるなとか、これちょっとやりづらいなっていうのがあれば、自分のしっくりくるやつをどんどん選んでもらえればいいなと思うので、この中でも2つぐらいは使いこなせるようにしてもらった方がいいかなと思います。1つ目がオーバーヘッド、このグリップですね。で、2つ目がイースタングリップ、はい、で3つ目がバックハンド、この3つのグリップを使い分けていくようにします。はい、それでグリップの件でよくね、こういう風にして打つパターンの指の使い方っていうのが一つあるんですけど、あんまりプッシュでこれを使いすぎるとタイミングを遅れてアウトとか上に上がってしまうことが結構多いので、もうあまりこういう大きいスイングじゃなくて、もうしっかり握った状態で小さく当てていくっていう感覚の方が大事です。だからあまり指を使わないようにしてください。余裕があってパンって打つ分には全然いいんですけど、早く来た球に対して指を使うと絶対遅れます。なので、その時はグリップしっかり握って、この手首とか肩ですね、肩の回線で小さく触れるように意識してやってみてください。はい、じゃあ2つ目、今度当て方なんですけど、ネット前からショットを打つ時に気をつけてほしいのが、あまりフラットで打たないようにするっていうことがポイントになります。例えばチャンスボールに対してバーンってフラットで打つのは全然いいんですけど、ネットギリギリに飛んできた球に対してフラットで打ちすぎちゃうと、バックアウトしたりとかホームランしちゃうパターン結構あります。なので当てる時にフラットであまり打たないっていうことをまず意識していきます。じゃあどういうふうに打つかっていうことなんですけど、基本的には切るようにしていきます。例えばフォアですとシャトルに対して上を切っていくような当て方だったりとか、あと逆に下を切っていくような当て方だったりとか、フォアのこの正面ってフラットになりやすいんですけど、これも少し斜め前に打っていく。フォアの前であれば切るように打っていく、バックの前であれば切るように打っていくっていう風にして使い分けていきます。特にネットギリギリに来た球に対してフラットで打つとすごくコントロールが難しくて、ネットにかかったりバックアウトしたりすることが多くなるので、基本的には切っていくっていう打ち方を覚えると、比較的簡単に沈めることができるので、この切っていくっていう感覚をね、つかめるようにぜひやってもらいたいなと思います。で、次3つ目なんですけど、今度リズムです。打つ時に全然リズムを使わないで手だけで打とうとすると非常に難しいです。もうとにかく、球が速いので
やはりこうリズムの中で動き出す方が絶対打ちやすいので、まずこの足ですね、打つ時に右足を踏み込むような感覚で最初リズムを作っていきます。右左右左右左でここで打っていく感覚を作ります。でもちろん左足が前になることもあるので、あんまりこういうふうにいくよりかは左足が前に行くことの方が、多いです。なのでこう体を正面にした状態のままこうリズムを作って打てるようにしていくっていうのが3つ目で、4つ目姿勢です。これ意外とあまり意識してない方多いかと思うんですけど、前衛にいる時に背中がこう丸まった状態でシャトルを打とうとすると、やっぱりこう速い展開の中でついついシャトルをね前で触りたくなっちゃうんですね。でそうなるとネットギリギリに来た球に対してラケットが先に出ちゃうとすごくミスがね出やすくなります。だからそこであえて姿勢をですねこうぐっと胸を張った状態、この張った状態をキープしながら振ると前で打つっていうのがちょっと難しくなって、速い球に対してこの辺でしか触れなくなります。この胸を張った状態ですと、この頭の上あたりで触るような形になります。でそうすると、この位置で触った方が比較的ミスは、少なくなるので、その姿勢を良くした状態のままこう当てていくっていう感覚、こういうプッシュじゃなくて姿勢を良くしたまま当てていくっていうことを、意識してやってもらえるといいと思います。で最後目線なんですけど、結構ね初中級の方だと前衛とかでずっとシャトルを目で追っかけちゃう人とか、相手をなんとなくぼんやり見てる人多いと思うんですけど、自分が打った球に対してシャトルはなんとなく見るんですけど、あんまりこの相手を見てるこの視野ありますよね。この視野に対してあんまり目線をこう動かしすぎると、そのシャトルの位置っていうのが多分分かんなくなっちゃうんですね。ただこう前を見ながら、相手を見ながらですね、相手を見ながら目線をあまり変えずに、シャトルが飛んできた方向にラケットを出していく、周辺視野って言います。こうメインで見えている部分とその周辺の視野ですね。この周辺視野で動かす分には意外と位置関係っていうのは体こう結構ある程度バドミントンやってる人であればこう感覚つかめるので、下手に目線を動かしながらやると全体的にラリーのスピードについていけなくなっちゃうので、基本的には前を見ながら打つ、前を見ながら打つ、あんまりシャトルを目で追いすぎないようにしてください。で自分が打った後は今度相手のラケットの動きを見ながら次を予測していくっていう風にしていきます。これをシャトルだけ追うような形であると、相手が打ってからシャトルが来てそこから反応しようとするので、そうじゃなくて相手の振るタイミングで同時にラケットを上げていく、そういうリズムも作っていくことも大事なので、その目線とリズムすごく大事です。だから相手を見ながら相手が打つタイミングでパッてこう準備をするっていう流れでできるようにしていきますので、この5つぜひ覚えてください。じゃあ実際打っていきたいと思います。はい、それでは実際に飛んできた球の、コースによってちょっと打ち方を、変えていくので、それを一つ一つ説明していきたいと思います。でまずフォア側のギリギリに来た球ですね、こう少し沈んでくるような球に対してはこうフラットではなくて、少し面を上に向けて肘を内側に入れます。肘を内側に入れます。でこのまま前に押し出していくようにして返していきます。ちょっとお願いします。こうですね。ここからこう押していきます。パパはい、これはグリップをですねバックハンドグリップとかにするとバックだとちょっと打ちづらいので、体の前で打つのは難しいので、これはイースタングリップで持ってます。で今度は少し浮いてきた球に対して、はい、浮いてきた球に対してはこうフラットじゃなくて少し面を内側にして振ってストレートに打ってます。これも切ってます。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 はい、OK です。はい、でこれはオーバーヘッドのグリップでもいいですし、バックハンドでも位置を少し変えれば打てます。はい、お願いします。バックハンドでも打てます。
バックハンドでも打てます。こういう振り方ですね。こういう振り方です。こういう振り方です。はい、OK。はい。で、次、今度バックハンド側の低い球ですね。バックハンド側の低い球に対してはバックハンドで持ってそのままフォアと同じようなこの、面を上に向けた状態で押し出すのと同じような感じでここから押し出していく打ち方ですね。はい、いきます。こういうイメージです。あ、ごめんなさい。ファからはい、これを返しちゃうと入る時もあるかもしれないですけどミスが出やすくなります。このまま押し出していきます。このまま押し出していきます。そうすると低いギリギリの球が来ても安定して返すことができるのでこのまま返していきます。はい、それで、これをですねオーバーヘッドで打つ場合ですね、今度はさっきはバックハンドでグリップで持ちましたオーバーヘッドグリップの場合はこれだとここから頑張ってこのラケットの面の下側ですね、この下側を前に押し出していきます。こういう当て方です。こういう当て方です。はい、お願いします。こうです。こうです。こっちです。はい、こっちに切って当てていきます。はい、これをまずこの前衛においてはこの低い球に対しての打ち方がまずできるようにならなきゃ、なかなかこう前衛でねこう対応していくっていうのは難しいです。甘い球を打つのは結構皆さんできると思うんですけど、このギリギリに低く飛んできた球をどういうふうに打っていけばいいかっていうところってまず難しいので、このフォア側の低い球、バック側の低い球に対しての打ち方を、説明しました。これをねまずね、できるようにしてほしいなと思います。はい、あとバック側に来た球なんですけど、こうオーバーヘッドで打つときにシャトルの下側を切るパターンと上側を切るパターン両方あります。で、ある程度の低さだったら上に切って打つこともできます。上に切るというのは最初からこう面がこうではなくて、最初フラットのような状態から上に向かってこう切っていくような感じになります。このままフラットで打つんじゃなくて上に少し切りながら打っていくような、打ち方になります。でこれは、オーバーヘッドのグリップでもいいですし、イースタングリップでもできます。イースタングリップの方がよりクロスとかね打ちやすくなるので、オーバーヘッドだとちょっと手首打ちになっちゃうので、クロスとかちょっと難しくなるんですけど、触るだけだったらオーバーヘッドグリップでもイースタングリップでも打てます。はい、じゃあちょっとやっていきます。振り方はこういう感じです。こういうスイングで当てていきます。もう一回お願いします。します。はい、という感じでこう当てていく感覚を、ぜひ身につけられるようにしてください。はい、以上がプッシュの動画になりました。皆さんどうでしたでしょうか。まずはこう切りながら打つっていうことをぜひ覚えて、練習してほしいなと思います。今回はシャトルを打つ、この打ち方のところをやってたと思うんですけど、今後はまたその動き方も含めて、ダブルスの中でどういうふうに意識していくかというところも含めて、解説できればと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。